弁理士がオリジナルバイクパーツを作る物語。バイクを低く、前後のフェンダーを短くカスタムしていくボバースタイル。その系統にインスパイアされたファットボバースタイルを確立していきます。前回このリアフェンダーをこの FRP で固めて、これを一旦ここにつけます。でネジ穴を開けて、このちょうど FRP で固めたところはビスで留めるために穴を開けたかったんで埋めたんですけど、ここに穴を開けてこのすでに出来上がっているフレームと位置合わせをします。でフレームまだこれ装飾がまだなので、この装飾部分を今からちょっと考えて作っていきたいと思ってます。フロントフェンダーの装飾が思っている以上にうまくできているので、 FRP で作成したリアフェンダーが完成することにワクワクします。 FRP の繊維が余ったのでカットしようとしましたが、さすがにボンネットなどにも使用する素材というのもあり、ハサミでは切れませんでした。なのでエアソーでカットすることにしました。さすが動力を使えばいとも簡単にカットしてくれました。さて、ガムテープを剥がして完成具合を見ていきましょう。はい、FRP すごくカチカチでいいのができました。UV レジンはちょっとダメでしたけど、FRP カチカチでかなりいい状態で、当然ここに段差があるんで、後でまたパテ埋めとかをして、で削って平らにして、でここはフレームで隠れる部分であるんですけど、最終塗装で綺麗にしますんで、一旦今はここ変な状態ですけど、このまま進めていきたいと思います。フレームとリアフェンダーをいろんな角度から確認して、取り付け位置の微調整です。やはりバランスは大事な要素なので、特に真剣です。リアタイヤを外して作業をやりやすくしています。普段バイクは乗りますが、タイヤは外すことはなかったので、新たなことに挑戦して楽しいです。タイヤを外しても CC バーとリアフェンダーフレームがあるといい感じに見えますね。タイヤを取り外しました。で今からこれをちょっと位置合わせをして、フレームにも穴を開けて、フェンダーにも穴を開けて固定する位置を決めて、で今からここの部分ですね、ここの部分のデザインを考えて制作していきたいと思ってます。素人の作業というのもあり、リアフェンダーとフレームはガムテープで固定して位置決めをしました。電動ドリルを使用して、リアフェンダーとフレームにした穴を開け、ドリルのサイズを変えて穴を大きくしていきます。工具の使い方も勉強になりますね。フロントフェンダーのビス位置を測定して、リアフェンダーも同じ間隔に取り付けていきます。ベルトサンダーを使用して、FRP の凹凸をなくし、フレームとのクリアランスを合わせていきます。この動画撮影を通して、エアー工具や電動工具の技術が向上して楽しいです。
ここである問題が発生しました。今フェンダーとフレームを位置決めしようと思って穴開けたりしてたんですけど、前回この FRP でこのフェンダーのここ埋めたんですけど、その FRP が硬化して収縮したことでここがちょっと変形、曲面の R が変わってしまって、ここにギャップができちゃってます。なのでちょっとここを熱でうまくいくか分かんないんですけど、熱を与えて変形させてここに沿わせることができないかっていうのをちょっとやってみようかなと思います。リアフェンダーとフレームをビスで仮止めして、ヒートガンを使用してリアフェンダーの成形をしていきます。カスタムを開始してから、初めてヒートガンを使用するようになりましたが、ヒートガンで熱してから樹脂を成形する技術がうまいみたいで、毎回思ったように成形ができています。ビスが長かったり、反対方向に取り付けられているのは、購入していたビスが短く、届かなかったので、あるもので一時的に固定をしています。はい、うまくいきました。このヒートガンで裏から熱を与えながらこの FRP を変形させたんですけど、 FRP がどんだけ熱で変形するかちょっと不安でしたけど、しっかりこのフレームに沿った形になったんで、ここのギャップがなくなりました。今からはちょっとここの装飾をしていきたいので、段ボールで簡単に型を取ってから、鉄板を曲げて溶接していきたいと思ってます。すごく真剣に装飾の形と加工の仕方を考えました。扇状の形にしたかったので、型取りは段ボールを切って思いの形にして加工に移りました。手曲げで加工をしているため、少しだけ金属を曲げることは難しいので、フレームを延長し、リアフェンダーの跳ね上げに沿わせる形にしました。溶接作業を見ると、職人って感じがして、物を作っている感じもするので、すごく興奮しますね。はい、ほぼほぼ出来上がりました。ここの部分はちょっと短かったので、この部分を足して切ってちょっと曲げて湾曲させたものを溶接して継ぎ足しました。そしたらここはちょっと浮いてたので、またこのヒートガンを使って下から熱を加えて、ここも、浮かないような形にしたので、これでほぼ骨格はできてます。で次回は、さっきちょっと型取ったんですけど、鉄板をこういう風に切って装飾部分をここに継ぎ足して、でようやくリアフェンダー完成していくと思います。次回そのあたり頑張っていきたいと思います。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは弁理士がゼロからボバースタイルのパーツを開発していく様子を発信していきます。動画に出てきたパーツは QR コードもしくは概要欄のリンクから購入できますので、気に入っていただいた方はチェックしてみてください。僕を応援してくださる方、アメリカンスタイル、ファットボバースタイルが好きな方はチャンネル登録をお願いします。ではまた。